Who could ask for more? And because I love you. 全然違う。今回は 4312A のですね、レストアチューンナップご依頼いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しみにしてました。ありがとうございます。最初お持ち込みになった時にもね、聞いていただいて当社でチューンナップしたやつと、お手持ちのやつとでレストア内容というか項目に関しては決めたんですけれども、途中からやっぱりコンデンサーのアップグレードとか、そういうのも追加していただいて、今回は正解だったと思います。で後ほど音を聞いていただこうと思うんですけども、簡単に今回当社にご依頼いただくに至った経緯とかですね、お聞かせいただければとは思うんですけども、まず、このスピーカーをどうしようか、直すのか、買い替えるのかっていうところがまずありました。最近だったんでしたっけね、その入手されたの。入手5年ぐらい、ちょうどコロナの頃ですね。でたまたま、ハードオフさんに行ったら431にこれが置いてあって、で1週間待ったんです。で1週間経って売れなかったら買おうと、そのままで売れちゃったら一期一会なんで、それまでかなと思ってて、で1週間後に行ったらありました。ということはじゃあ私に買ってくれと、スピーカーが言ってるんだなと思って購入しました。でただちょっと地方なので、車でちょっと持っていくっていうわけにいかないので1週間ぐらいちょっと待ってくんねえかと、必ず買うから1週間に1回しか来られないので、置いといてもらえませんかっていう話を店長さんにしたら、心地よくいいですよというお返事いただいて、でそれで購入を決めたわけなんですけれども、でそこで3年4年これを聞いた時に、JBL の喜びっていうのはこういうんかなと思ってまして、で聞いてるうちに、JBL ってこういう音だっけなっていうのを何かそういう思いを感じまして、で直そうか買い替えようかっていう、で買い替えてもまたそれを地方なので、他のお店いろいろ探すのも大変だし、買い替えたからといってまた同じになるかそれ以下になるかそれ以上になるか買ってみないとわからないので、そういう不安もありました。今それでだんだんこういう製品も値段も上がってるし、買い替えてもそういうことを繰り返してもまた金額はどんどん上がっていっちゃうし、納得いう音が出るか出ないか分かんないので、じゃあ修理しようと、それじゃあやっぱりケンディックサウンドさんにお願いしようかなと、で思って電話なりメールなりしたのがまず最初です。で最初は本当にオーバーホール、簡単なオーバーホールと、あとそのコンデンサーとか、そのアテネーターとか悪い部分だけを直してもらおうと思ったんですけども、でだんだん提案されているうちに金額も上がってきて、この金額かっていう時にすごく悩んだんですけども、ただどうせ修理して、途中でやっぱりこれだけでいいですよって言って納得しなくてまたじゃあもう一回お願いしますって言うと、余計な費用と余計な時間とがかかっちゃうんで、それだったらもう一気にやってしまおうと、でいろいろ細井さんにこうやっていろいろ提案してもらって、でそれでこういう今の形になりました。でコンデンサーの部分っていうのが最後の最後までだったんですけど、するかどうかしない場合と交換した場合
どのぐらい違うのかっていうのがちょっと分かんなかったのと、はい、で例えば交換しないで帰ってきた時に後になってやっぱり交換しとけばよかったなっていう後悔があるかなと思ったので、でそれでついでにやってしまうということで、交換することに至りました。昨年の10月にまず最初、ご依頼いただいて、ウーファーはホワイトニングでというご希望だったんですけども、動作状況を確認して中チェックするとやはり部分直していくより結局リコーンした方が、コスト的には有利だということで、このウーファーに関してはリコーンいたしまして、でツイッターはですね、オリジナルのチタンダイヤフラムどうしてもきついっていうことと伸びがいまいちなので、ベリリウム合金の当社のフェライトマグネットのものに交換しました。でコンデンサーはですね、ムンドルフのですねエボシルバーゴールドオイル、ここに使われているのと同じものですね。これを、使ってますけれども、初めに聞いていただいたのは4310の、チューンナップ版を当社来ていただいた時聞いていただいたんですが、あれはコンデンサー交換してあるものとはいえマグネットも全部アルニコのものであったりとかですね、確かにこの 4312A と比較したときに参考になりにくい部分、参考になる部分と参考になりにくい部分があったとは思うんですね。でも、10月にご依頼いただいて年明けの1月に、コンデンサー交換もされたいという追加がありまして、それしていただいたのは正解だったとは思います。今日はこれご準備している午後今聞いていただくことになるんですけれども、午前中にいらしたお客様、やはり 4311B をお持ち込みになって、ちょうど持ってきていただいたばかりのものと、それからこれ聞いていただいてかなりびっくりされてたんで、コストはかかるけれども同じようにしていこうというような話にですね、今なってますから、やっぱりいいと思います。でこれは、時間とコストどうしてもかかってしまうけれども、今のスピーカーにですね買い替え直すっていうよりもがぜん有効的だと思いますし、ものを大切にしていくっていう意味でも非常に理にかなっていると思うんですよね。だからその辺のことをですね、吉岡さんはなんかお蕎麦屋さんを営んでいらっしゃるということで、群馬県のみなかみ町というところで丸吉という屋号で、お蕎麦屋をやってます。でうちも多分食べるものとこういうものっていう工業製品っていうんですかねは違うかもしれないんですけど、ただその共通点はあると思うんですね。うちなんかも全部手打ちでお蕎麦も手でこねて手でのして手で切ってっていう機械を一切使ってないんです。あと既製品も100% っていうのはちょっと無理なんですけれども、極力使わないで、全部手作りでやっているので、やっぱり時にはやっぱ時間がかかったりとかちょっとお待たせする場合もあるんですけれども、ただ自分で思うのはやっぱり手抜きをしないとか、あと例えばお蕎麦も温かいお蕎麦と冷たいお蕎麦茹でるんだったらその硬さとかを変えたりとか、あと天ぷらなんかも、ご飯類もやってるんですけれども、そのものによって揚げ加減とか油の温度ですとか、そういったものを全部変えてやっているので、そういうことってやっぱり一つ一つ全部その個体差があって、それがいいか悪いかっていうのはちょっとお客様次第なので、これは何とも言えないんですが、そういう目に見えないところですね、そういったところを、結構そういうところを強調して、作ってます。ただこういう工業製品、こういうスピーカーなんかも今回いろいろチューンナップですとか、いろいろパーツですとかそういったものを変えてもらったんですけれども、ただそれ一つ一つによって同じ 4312A でもやっぱりその使った年数だとか、使ったその部品だとかパーツですとか、そのリコーンにしてもそういうによってもみんなその個体差があって
同じには多分いかないんだと思うんですね。そうですね。球数は非常に多いです。4311112、これは非常に流行った、今でも人気のあるスピーカーなので流通数は多いんですが、まともに鳴っているとか、あとは本当に素晴らしい音で鳴ってるっていうのは数が少なくて、とりあえず鳴ってはいる状態を、こんなものかなで使ってる方がほとんどだと思うんですよ。だからそれに新たにですねちゃんと手を入れて、半世紀近く経ってるものなので、何かしらやっぱりちゃんとしてあげないとですね、本来の音、あるいはそれ以上の音っていうのは出ないのはもう間違いないですから、それにこう、丁寧にですね作業してあげるっていうのは工業製品の枠を超えて、芸術領域まで消化できるとは思ってるんですよね。だからそれはですね、手作りっていう意味ではお蕎麦の部分とも相通ずるところが多分同じだと思います、あるのかなとは思います。でやっぱりその職人さんが一つずつ、みんな同じ型番でもさっき言ったように全部その年数とか、その使い方、聞き方、置く場所とかによって全部やっぱり違うんだと思うんですね。でスピーカーもやっぱりその聞く音楽によって音って変わってくると思うから、そういうのと同じで、その30年40年経った中でどういう使い方していたか、あるいはその新品で持ってる方って少ないかなと思うので、みんな多分中古で買われて、でそれで直してっていう、その前使ったオーナーさんがどういうふうに使っていたか、どういうふうに置いていたか、それによってもやっぱり違うと思うので、だからそれをまたその息を吹き返すんですかね、そういう一つそれぞれの個体をまた生かして、また作り直して、そういう職人さんの手で作り直してもらったっていうのがやっぱり大きいかなって、この精通するところがあって、やっぱり同じ気持ちは同じなのかなっていう感じがします。そうですね。ちょっとだいぶお待たせはしましたけれども、これをちょっと今日は聞いていただきたいなと、これから初めてね聞いていただくわけですけども、じゃあちょっと音をかけますんで、なんかすごい緊張しますね。どんな音かなっていう。名古屋のコーヒー屋さんの 4312B の動画も見させてもらって、じゃあ再生しますね。One blue sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth so green and round, who could ask for more? And because I love you, I'll give it one more try, to show my rainbow rays. It's too soon to die, too soon to die. Some folks wanna be like an ostrich, bury their heads in the sand. Some hope that plastic dreams can unclench out those greedy hands. Some wanna take the easy way, poisons and bombs, they think we need them. Don't they know they can't kill all the unbelievers? There's no shortcut to freedom. One blue sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth so green and round, who could ask for more? And because I love you. 全然違う。
I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Didn't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah.いかがでしょうか。いや鳥肌が立ちましたなんか自分のじゃないみたい。あ、そうですか。これからあと半年待ってねっていうこれはどこか他のお客さんのやつでこれが別にこれからみたいなそういう感じ、ななんか自分のものではないようなそうですか感じがしました。でもこれをねご自宅で楽しめるっていうことになってましたんで、やっぱりその直す前って、はい、かなり音がぼやけてたんだなっていう、はいこういうメリハリがなかったような感じがするんですよ、はいはいだから音は鳴ってるんだけど、なんとなく全体的にぼやけてるっていうか、はい、中高域の伸びがいまいちなかったりとか、なんかそんなような感じだったような気がしますね、でやっぱりその根子が茶色かったり、はい、ちょっとその液漏れっていうんですかね、してる時ってやっぱり見たくなかったですね、いつもカバーかけて、はい、そのカバーの中のかけたものをこれ4312だなっていうので切ったんだけど、はい、たまに開けてみようかなって思うんだけど開けるとやっぱりいいかなみたいなそういう感じがしてました、そう見かけだけじゃなくてやっぱり機能的に十分じゃなかったっていうこともあって全部パリッとやり直ししましたから、それに伴って当然美しさも増していて、これからは、このルックスも楽しみながら音楽を楽しんでいただくことができると思いますの で、あとやっぱり自分は山水の 907KX で使ってるんですけども、それをつないだ時にどういう音になるか、あるいはプレイヤーがヤマハの 2000GT2000 で、一発目をそのスピーカーが届いてまず最初にかけるアルバムはもう決めてあるんですよ、阿川靖子の「ジャーニー」っていう曲を、アルバムをかけようかなと思ってるんです、でそれさっきこの前の出してもらったあれは阿川靖子さんだから違う、あれは阿川靖子さんじゃないです、なんか似たような感じで、ああいう感じだから、そういう風になるのか、やっぱりアンプとプレイヤーが違うとまた違うのかっていうのが、相対比較としてこれまでお使いで聞いていた時との比較はぐっとできますんで、でその上で当社で今聞いていただいた音と照らし合わせて、さらにアンプとかプレイヤーの方のグレードアップも図るかどうかっていうのは、改めてご検討いただければいいかなと思います。そうするとやっぱりコントロールアンプとパワーアンプ分けた方がいいのか、今ちなみにこれは20ワット出力ないぐらいの当社のプリメインアンプ1台で鳴らしてますんで、あとはうちにもねEK ジャパンなんですけど、真空管アンプ KT88 管で鳴らせる、8ワットぐらいのものなんですけど、そういうものをつないだ時にまたどうなのかなとか。そうですね、出口となるスピーカーがこれだけはっきりとですね蘇りましたので、これから音楽の楽しみ
かける楽しみはあるし、組み合わせる機器でどう変化するのかっていう楽しみも含めて、いろいろお楽しみいただければと思います。レコードと CD の違いとかね、そうですね、またいろいろそういうのもあるかなと思うんで、なんかすごくこれがうちに戻ってきてなんか聞いてみるのがすごく楽しみになってきて、今なんかすごい鳥肌立ってる感じです。ありがとうございました。30年前、私は20代と、60代じゃ耳の聞こえ方は当然違うので、違うかもしれないんだけど、なんかその頃の感じになんか蘇ったような感じがします。鳥肌立つってやっぱりこの心が躍る音っていうのは耳からだけじゃなくて体感して得るものだと思いますので、そういう意味では変化がちゃんと現れてよかったと思います。あとはあれですかね、例えばこれからこれもやっぱりエイジングっていうのは必要なんですか？いえ、もちろんこれからエイジングしていくことによってこのウーファーは新しく離婚しましたから、変化はしていきますけれども、スコーカーもツイッターもですね、柔らかいエッジ、ツイッターは当社で新しくやった柔らかいものですから、もうこのまんまのパフォーマンスを維持しますし、スコーカーについてももう軟化処理してありますから、届いたその時から十分な能力は発揮します。ただこれほっといて全然鳴らさないとコルゲーション硬くなってきますんで、絶えずやっぱり音楽を入れて毎日楽しんでもらうっていうのは大事なメンテナンスの一環になりますんで、あとはあれですかね、例えばこういう場所なのでこれだけの音量で聴けるかと思うんですけど、うちなんかも、ここまでの大きい音量ってなかなか出せないので、そういうのってどうなんですか？やっぱり音量っていうのは出した方がいいんですか？いや、絞っても十分そのディテールがくすまないような、曇らないような音で今鳴ってますんで、この撮影終わった後のちょうどじっくりと小音量でも確認していただきたいとは思いますので、一旦じゃあこれは動画の方はこれで、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。